どうも KT です。老舗の名店から B 級グルメまで何でも食べまくる KT イーツが、今回は天下の台所大阪で人生に一度は訪れたいラーメンの名店5選をご紹介します。今流行りのお店ではなく、不動の人気を誇る名店ばかりなので、ぜひ最後までご覧ください。皆様がこのグルメ天国大阪で楽しく食い倒れる際の参考になると幸いです。まず最初のお店は常に行列の絶えない有名店。2004年に創業して、鶏白湯といえば外せない1時間待ちは当たり前の人気店。私も何度か長い行列に並びましたが、今は整理券制になったので、なんと並ばずに食べられるようになりました。と言っても整理券をもらうために少しは並びます。整理券は朝10時15分から配布が始まります。今日は平日ですが、10時に並んで10番目でした。整理券いただきました。記載の時間まで自由にできるのはありがたいですね。時間が来たらお店の方に整理券を渡して食券を買います。行列の絶えない人気店なので、ゆっくり飲めるような雰囲気じゃないのはわかりますが、アルコールの提供がないのは潔いですよね。屋敷さんは土日定休の他に、阪神タイガースマジック3から優勝の翌々日まで定休日という生粋の阪神ファン。店内には野球選手や著名人のサインが所狭しと貼られています。ラーメンが来ました。こちらは一番人気の醤油ラーメンです。玉ねぎとたっぷりの長ネギも乗っていますね。大きなチャーシューはバラ肉。チャーシューはもうトロトロだね。そうだね、柔らかそう。スープは若干とろみがかった濃厚鶏白湯。鶏の胴柄をこれでもかと加えた後、じっくり時間をかけて徹底的に鶏エキスを抽出するそうです。醤油の香りがたまりません。弾力しっかり、ツルツルしこしこで結構太麺。大将こだわりの自家製麺はわずかに縮れのある太麺。しなやかな食感ともちっとした弾力がたまりません。チャーシューのヘタの部分だからヘタ飯。正直これは安すぎると思います。お肉たっぷりで食べ応えも十分。ほとんどのお客さんがこちらを注文していました。うわ、うまっ。お肉柔らか、ほろほろ、味付けが美味しい、濃厚。うわー、美味しい。しその実が乗ってるの。こちらは塩ラーメン。赤じその花が鮮やかですね。スープにも青じそが入っています。すごいいい香り。塩ラーメンには白ごまがたっぷりと振りかけられています。煮卵がついているのも嬉しいですよね。しっかり味の染み込んだ半熟卵。ラーメンができる直前、一つ一つ丁寧に糸で切り分けていらっしゃいました。塩も美味しい。 100% 自然の力で生まれるフランスの天日塩、ゲランドの高級塩を使ったスープはマイルドですっきりとした味わい。
塩ラーメンも美味しいですね。大阪には鶏白湯のお店がたくさんありますが、迷った時はダントツでこちらをおすすめします。次のお店は梅田。今は亡き総本店の創業は昭和39年、大阪で60年以上も愛され続ける名店で、こちらはそののれん分け、大阪で飲んだ後の締めといったらここですよね。座席はカウンターのみの14席で、回転テーブルもあったりして、昭和モダンなお店の雰囲気がとにかくかっこいいんですよね。すごいね。メニューはこちら。この他にお得なセットメニューもあります。はい、ラーメン、ワンタン麺、焼き飯、はい。注文は口頭で、パイクーの発音が難しいですよね。台湾でよく食べられる豚のスペアリブ料理で、揚子江ラーメンでも人気のメニューです。ラーメンが来ました。まずこちらの器が目を引きますよね。映像では分かりづらいかもしれませんが、巨大な杯のような形をしています。そしてこのスープ、綺麗ですよね。油はほとんど浮いていません。美味しい。鶏ガラと豚骨のスープに優しい塩味、これがお酒の後に染み渡るんですよ。二日酔いで食欲がなくてもこれだと食べられる。あっさりとしていて後味すっきり、それでいてしっかり旨味を感じます。麺はストレートの細麺、柔らかめでしなやか、優しいスープとよく合います。うまっ。ラーメンの上に乗っているこちらは菊菜といって、春菊と同じ種類ですが、関東で見かける春菊とは味、香りともに少し違います。関西の菊菜は上品で爽やかな香り、それが優しいスープのアクセントになっていて最高に美味しいです。うまっ。ワンタン麺にはこちらの大きなチャーシューが2枚、あんたっぷりのワンタンが3個乗っています。チャーシューうまっ。本当だ。こちらはパイクーの単品です。箸で持ち上げるだけで崩れてしまいそうになるほどホロホロになるまでじっくりと煮込まれています。柔らかい。トロトロ。うわ、これうまっ。こちらも大人気、しっとりタイプのチャーハン。味は濃いめで具だくさん。うま以前は卓上にフライドオニオンがあったのですが、これが味変に最高なんですよ。今はお店の方に言うとくださいます。スープがさっぱりとしているので、これがちょうどいいアクセント。今回はさらにパイクーも入れてしまいます。全く別物になってしまいますが美味しいんですよね。綺麗に取り。宣伝してください。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。突然来てすみません。ありがとうございます。これ以上前になっても困るけど。そんな言うて、皆さん言うて。元気で明るいおかみさんの雰囲気で、店内はいつも和やかムード。残念ながら宣伝する力はありませんが、また寄らせていただきます。次のお店は本格四川料理のお店ですが、お昼にのみ提供しているラーメンも大人気。食べログ百名店の常連店で、昨年ラーメン専門の2号店を出すほどの人気ぶり。
メニューはこちら。ラーメンは塩、醤油と担々麺。替え玉があるのは珍しいですよね。ランチの時間帯は比較的若い年齢層の方が多そうです。座席はカウンターのみ8席の少人数向け本格四川料理がいただける夜は2階のテーブル席も使えます。ラーメンが来ました。こちらはラーメンにテリーヌが乗ってるんですよね。わずかに油の層があり、若干とろみのあるスープ。こってり好きにはたまりません。あー、うまい、美味しい。スープはこってりとした濃厚鶏白湯。かなり醤油の返しも効いています。麺はつるつると滑らかな極太ストレート。もちっとした弾力、小麦の香りも最高です。大きいね。とろっとジューシーなチャーシューはこの厚み。しっとりと濃厚なテリーヌ。こちらをスープに溶くとまた違った味わいに。鶏白湯が一段と濃厚まろやかになって美味しいですね。うわー、濃厚。評判のチャーハンも頼んでみました。おー、パラパラ、パラパラ、おいしい。やたらとうまいこのチャーハン。サイコロステーキのようなチャーシューがゴロゴロと入っています。今日はおそらく具材はネギと卵、チャーシューでシンプルなのがいいですよね。これは止まりません。卵をトッピングしました。山椒とパクチーの爽やかな香り、真っ赤なタレが食欲をそそりますね。もう辛いよ。結構な辛さ。もう後からとかじゃなくて、もう今ビリビリきてる。しびれもきてる。ビリビリ。この山椒がかかってる。ブロック状の大きなチャーシューがたくさん入っているんですよね。チャーシューも山椒のいい香りがします。チャーシューもうまい。ただ辛いだけじゃなく、こってりと濃厚で山椒のしびれる辛さが癖になる美味しさ。もちもちとした極太麺も最高です。混ぜそばの楽しみといえば、なんといってもこの追い飯。こちらは無料なので、好きなタイミングでお店の方に言うともらえます。あ、お米も合う。合わないわけがない。次のお店の創業は昭和32年。大阪のラーメン店では初のミシュラン選出店。大阪で多くの名店を輩出している総本山で、大阪一との呼び声高い中華そばの名店です。行列の最後尾に並ぶと、前列の方からメニューが回ってきました。基本のメニューはこちらで、こちらは限定メニューです。注文は入店前、お店の方に聞かれます。今回は金曜日の午前11時で、行列は私の前に12人、後ろにも6人いらっしゃいます。
入店しました。開店は早く30分ぐらいで入店することができました。卓上調味料は胡椒のみ、お水はセルフで卓上にあります。こちらのお水が美味しいんですよ。ラーメンの価格にしてはお高めですが、細部にまで素材にこだわり、最高級の食材が使用されているとお店の至るところからも伝わります。こちらはノンアルコールですが、お通しのザーサイがついていました。独特の癖がなく、あっさりとしたザーサイで美味しいですね。ラーメンが来ました。チー油と創業当時から継ぎ足しているという返しの芳醇な香り、黄金色に輝くスープが美しいですね。うわー、うまうまみが強く深い味わい、どこか懐かしさを覚える醤油味がたまらなく美味しいです。麺は中細、平打ちのストレート。加水率が絶妙で小麦の香りも最高。ものすごくスープと絡みます。美味しい。中華そばには大ぶりのチャーシューが2枚、海苔、九条ネギ、メンマが乗っています。ホロホロにトッピングした半熟味付き卵は名古屋コーチン。醤油だれに負けない濃厚な旨味が最高です。つけるべきって言われてる。これは中やっぱもう濃厚。うまー。つけそばが来ました。角屋食堂といったらこの美しい麺が有名ですよね。つけ汁にも大きなチャーシューが乗っていますが、総本店名物の豚足トッピングをお願いしました。もう崩れます。巨大な豚足は箸で持ち上げるのも難しいほど柔らかく、トロトロになるまで煮込まれています。こちらはこってりと濃厚、酸味のある昔ながらのつけ汁ですが、深い旨味とコクがたまりません。つけそばの麺は平打ちの極太ストレート、しっとりとしなやかで、こちらは強いコシが最高です。うまっ。あー、麺うまっ。これはい、ください。こんな豚足は知らない。体温でとろりと溶けてしまうこの豚足も絶品ですね。こちらも注文しました。角屋食堂のラーメンはご飯とも相性最高です。旨味が濃厚な卵かけご飯ももちろんいいですが、最後はつけ汁をかけていただきます。うわ、うまい。大阪のご当地ラーメンといえば、大阪城の東側、この辺りで親しまれている高井田ラーメン。今では高井田系と呼ばれ、大行列を作る新店がたくさんありますが、次のお店はその元祖。昭和28年創業、この地で70年以上愛され続ける名店です。投資営業なのでアイドルタイムに伺わせていただきました。アイドルタイムでもテイクアウトの注文は次々に入ります。
メニューはラーメンとビールのみ。ビールは自己申告制のセルフ方式です。お得意様を思うがゆえのモニターがいいですね。注文は口頭で、料金は各席にトレイがあるので、代金を入れると計算してもらえます。今時は何でもデジタル化して人のぬくもりを感じられません。券売機よりこうした現金のやり取りがいいですよね。でもなぜか PayPay は使えます。ありがとうございます。お待ちどうさまです。ラーメンが来ました。スープは透明度の高い綺麗な琥珀色。チャーシューから出た油分ぐらいでほとんど油は浮いていません。いやー、すごいいい匂い、香りがすごい。こちらはチャーシュー麺。チャーシューの量が多い分、かなり表面に油が見えます。あっさりとしていますが、コクがあって動物系の旨味をしっかりと感じます。チャーシュー麺は麺が見えなくなるほどたっぷりのチャーシューが乗っています。このチャーシューがまた柔らかくて美味しいんですよ。チャーシューの油でスープの味はガラリと変わります。比べてみるとこのぐらい。いよいよ麺が出てきました。麺はこの通り極太ストレート。高井田ラーメンといえばやっぱりこの極太麺ですよね。つるつると滑らかな麺ですが、もっちりとしたコシが最高に美味しいです。小麦の香りもよく、昔懐かしい素朴な味わいがたまりません。よく来られるんですか？ああ、そうなんですね。幸運なことに常連さんとお話しさせていただきました。もう40年ぐらいになるでしょ、来はってから。やってからなるやろな、もう75やもん。すごい。ずっと腹が立つとちっこいで一緒よ。あ、返しなんですか？まろやかあ、はい。なんと40年以上も通っている方に常連さんたちの食べ方を伝授していただきました。基本的に十分醤油は効いていますが、さらに追いラーメンだれやラー油を入れるそうです。これを入れると濃厚好きにはたまらない禁断の味に。ああ、だいぶガラッとキリッと変わるね。変わる？変わる。あ、でも強くしても俺は好きだね、これは。素朴さは薄れますが、中毒性は確実に上がります。創業は何年で？だいぶだ。だいぶ。そうですよね。この美味しい秘密っていう、なんでこんなに美味しいの？ああ、もう初代から変わらず。味変はもう各々でっていうのを推奨。そうですよ。ラー油もそうなんですけど。そうなんです。やっぱですよね。ラー油も。もうこれはじゃあ初代からその。いや、それはないです。僕の時からご自身が辛いめが好きだとか濃いめが好きだっていう方いらっしゃるんで、僕がそういうふうにしてくださいっておっしゃるんですけど、僕の手とお客さんの口が合えばいいですか？初代からの味を守りつつ返しを置いて、お得意さんと独自のルールを築くのは老舗の名店によくある現象で、この何十年も通うお得意さんこそがミシュランより何よりも名店の証ですよね。置いとけばご自身が入れるんですから。あ責任あ、なるほど。そうですよね。これ辛いぞとかっていうのも、いや自分で入れてるじゃないっていうことです。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。それでは皆さん、大阪最高のラーメン5選はいかがだったでしょうか。楽しく食い倒れる際の参考になったでしょうか。美味しそうだなと思ってくれた方はぜひ高評価を。ヨースコーラーメンは酔えば酔うほど美味しくなるんだよねという酒豪の方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。